はい、おはようございます。増田です。そういうこと。はい。今日はですね、僕が最も尊敬する村上昌司先生の一発ギャグで言ってみました。皆様、お元気でしょうか。今日も張り切っていきましょう。ですね、いつもブログを見てくださって本当にありがとうございます。散髪をしてきて髪の毛切りすぎました。まあ、そんなことどうでもいいんですけれども、ですね、今日はですね、このやるセミナーなんですけれども、ですね、治療院のですね、集客のすべてっていうのをですね、シリーズ方式でお話ししていきたいと思います。一人にですね、治療院の集客って言ってもですね、90% 以上のですね、治療家がですね、集客イコール新規とかね、新刊しか思い当たらないんですね。それなんでかって言ったら、その世の中のビジネスのマーケティングの本っていうのが新規しか教えてないっていうのもあるし、数あるですね、日本にいるこの治療院マーケターというかコンサルタントっていう人たちっていうのは基本的には新規しか集められません。リピートの取り方なんて知りません。既存がファンになって、ファンが信者になって、で、あわよくば信者が奴隷みたいにもう完全に言いなりになってくれるようなシステムっていうのは持ってません。なぜなら、その人たちっていうのは治療家じゃないから現場を知らないんです。架空で本とかを読んでそんなことはわかるけれども、基本的には新規の集め方しか知りません。そして新規をリピートに持っていき方っていうのは基本的に分かりません。なぜなら、さっきも言いましたけれども、みんなは治療家じゃないからです。でも、僕は治療家なんで、それが、分かります。ほんでですね、なんて言ったらいいかな。新規しか集客って呼ばないっていうね、そういう神話っていうのがですね、この日本の今の治療業界にはもう蔓延していて、蔓延していてというか、それしか知らないっていうんですけどね、それしか知らないっていうところが正直なところなんですけれども、あとはですね、最初に何をするかといったら、口コミとかね、広告とかね、あとはって言ったら、もうそれぐらいしかないんですよ。なんでかって言ったら、それぐらいしか教えられてないっていうところがあって、で、あとですね、そうですね、神様にお願いしたりとか僕みたいに金運が上昇するブレスレットとかね、こういうね、お財布をですね、この月の光にこうやって、満月の日にこうやって当てると、お金が、財布が浄化されてお金が増えていくとかね。あとは、何したやろ。ザ・シークレットっていう DVD あなたも知ってるかもしれないですけれども、それを見てですね、神様にこう、お客がやってくる、患者さんが今日は予約がいっぱいやってくるみたいなね。もう本当にそういう感じで、もう偶然とか、神様お願いマーケティングをやってた感じなんで、何年か前っていうのは、そういう感じでやってきたんですけれどもですね、そんなことやってもね、なかなかこう増えなかったんですね。数っていうのが、集客っていうのが。ほんで、ですね、自分のですね、そういうマーケティングというか、治療院の経営をしている中で、一番ですね、自分の心をズタズタにするものが一つあるんですね。でそれは何かって言ったら、あなたもそうかもしれないですけれども、真っ白な予約帳っていうのが、とても自分の心を痛めます。ああ、今日も真っ白や、みたいな。ああ、患者さん来たらええのになとか言いながら、そういえばトイレ掃除したら患者さんがやってくれって言ったぞ。いや、トイレ掃除みたいな、窓拭きみたいな。で、治療院の前にお水をこうまけば、場がなんかね、こう浄化されて、とても患者さんが入ってくるようになります。朝の布でこの要はのれんを使うと、のれんにするととても患者さんが集まってきます。部屋の四隅にこう盛り使用すると部屋が浄化されて患者さんが確実に集まりますみたいなね。もう本当にねそんな感じでずっとやってたので、このですね、システムっていう部分で、要は患者さんを集めるという、
集客の部分でっていうのは僕は完全に4年半前までは素人でした。で、要は、患者さんのね、治療院の経営っていうのはね、大きく分けてというかもう全てですね、言ってしまいますけど、6つしかありません。新刊をまず集めること。その次に予約を取ること。要は継続させることですね。で、それを定着させること。その人たちをファンにさせること。その人たちをもう完全なる信者にさせること。もしくは奴隷にしてしまうこと。それしかありません。これ以外の仕事っていうのはありません。スタッフのなんかマネージメントはよとか、テナントの維持の仕方はよとか、お店の立地はよ。甘いです。関係ないです。多少関係ないって関係あるんですけれども、そんなことよりも、そんなもんは患者さんが来てから悩んでください。僕もあなたと同じように失敗をして、患者さんが来ない日っていうのを経験しました。さっきも言ったように、金運の上がるブレスレット、月にね、財布を照らしていう浄化、ザ・シークレットでイメージングを神様にお願い、で、掃き掃除、拭き掃除、トイレ掃除、すべてやりました。けれども、集まらなかったんですね。それも、1500万の借金がある中でずっとそんな感じだったんで、とてもじゃないけど精神状態が尋常じゃなかったです。病院に行って、うつ病かなと思って自分がね、異常かなと思って病院に行っても、マサさん異常ないですよ。お大事にしてください。普通の人で元気ですよ。みたいな。みたいな。本当にそんな感じでね、毎日過ごしてました。けれどもですね、ある時にですね、これはもういかんと。ぶち切れてというか、同窓会で、相当馬鹿にされてですね、僕は独立したって言って、お前に独立なんかできるはずないとか言ってね、お前に成功するはず、お前が絶対成功するはずないって言われて、もう僕はそういうですね、ネガティブな言葉を聞くとカチンとしてね、怒るタイプなんで行動を始めました。それでもすぐに結果は出なかったです。でもですね、そんな1500万の借金の中でも、やっぱりですね、首の皮一枚で掴み取ってきたシステムっていうのがあるんですね。そのシステムっていうのをあなたに全てこのビデオで差し上げたいと思いますんで、ぜひね、じっくり見てください。まずですね、新刊ってとこなんですけども、新刊をじゃあどうやって集めるのか。どうやって集めるのか。大概の人はこう言います。じゃあ広告で集めようか。ホームページで集めようか。おっと最近はブログがあるぞ。メルマガで集めようか。そうですね。ポスティングでどうにかしましょう。確かにどれも間違いではありません。けれども、じゃあ、そのお金がなければどうですか？もう終わりですよね。そうではなくてですね、まずはですね、自分のところを知っていただかなくてはいけないんですね。僕の治療院っていうのは、増田商店って言ってふざけた名前ですけれども、増田商店って言うんですけれども、増田商店を知ってもらうために、あなたの治療院を知ってもらうためにやらなければいけないことは、患者さん、それも見込みの患者さんに知ってもらうことです。患者さんの 90% や 95% 以上があなたの元に来ない理由っていうのは何か知ってますか？それはですね、あなたのことを知らないんです。ただ、これだけの理由です。ほとんどの治療家っていうのは、看板上げたから、広告1枚出したから、電話帳に載せたからっていうので、患者さんがみんな知ってると勘違いするんですね。なので、僕と同じ間違いをしないために、あなたはですね、今すぐやらなければいけないのは、患者さんに自分の治療院がここにあるよということを知ってもらわなければいけないんです。知ってもらうために、一番ですね、効率的なやり方っていうのが、リードジェネレーションって言います。リードジェネレーションっていうのは、リードっていうのはですね、見込み客とかね、見込みの患者さんって意味です。リードジェネレーション作り出す、要はね、リードアトラクションって言いますけれども、リードジェネレーションっていうのはリードを集める。要は、まずは知ってもらうためにですね、あなたの治療に知ってもらうために、クーポン、無料体験、ボランティア、で、訪問。訪問っていうのは訪問治療じゃなくて、あなたがここの治療院にこういうことをしてますよっていうことをですね、ピラ
何でもいいですよ。A41 枚でも B41 枚でも何でもいいから、ここにオープンしてますと。今、7周年記念なんで、無料で施術する日を設けてます。よろしければいらしてください。もしよろしければ、あなたの友人やご家族やお友達と一緒にいらしてください。いらしていただいた方には、JCB の500件の件でもいいし、別にそんなことしなくても無料で施術します。なぜこういうことをするのかというと、自分がやってることをしていただきたいっていうのもあるし、かつ、もし私の治療が良ければ、あなたは通っていただけるんではないのかなと、正直に思うからこういうことをするだけです。ぜひよろしければ、第4日曜日に無料で施術をしますんで、ぜひいらしてくださいっていうふうに訪問すればいいんじゃないですかね。そういうふうに見込みの患者さんを、要はリードをですね、たくさんに配ることによって、どの人が見込みの患者さんで、どの人が要は有料な患者さんで、どの人が有料じゃない患者さんっていうのは分かってきます。なので、あなたが今すぐできること、お金もない、時間もない、いや、時間はある。お金もない。で、体は空いてるよね。で、時間はあると。そういう時にですね、頭を使わずに、まず体を使ってください。体を使ったマーケティングっていうのは、はっきり言ってぶっちゃけしんどいです。けれども、それをやらないと次のステージにはいけないです。ここで一つ大事なことは、見込みの患者さんをたくさん集める。それは正規のお金をもらうというよりも、まずはタダでもいいからやる。それは何でかって言ったら、患者さんのリストを取るためです。患者さんのカルテを取るためです。患者さんのカルテとかリストを取ってしまうと、リストって要はカルテですね。治療院でいうとこのカルテを取ってしまうと、住所とか分かりますよね。住所が分かると DM を出せます。DM を出せると、何回も、要は第3段階になるための、予約であるとか継続であるですね。そういうステップに進んでいけるんですね。でも、この患者さんのリストがないとそのステージまでいけないんですね。なので、この2段目、3段目、4段目以上行くには、まずは集める。集めるだけ集める。無料でもいい。無料でも結構だ。半額でもいい。なんせ、あなたは患者さんに、見込みの患者さんに自分のところを知ってもらうために最善の努力をしなければいけないです。頭が悪ければ体を使いましょう。僕もそうでした。頭が悪いから何も思いつきませんでした。なので、ガタガタ言わずに僕の治療院に来ていただければ全て良くなりますんで来てください。電話番号ドカーン、増田商店ドカーン。はい。近くの市民病院の車のワイパーに挟んでいきました。さて結果は100枚挟んで5人の患者さんが来ました。おお、5% だ。その患者さんを予約に回していったりして、どんどん大きくなっていったっていうのが真実です。なので、あなたももし頭が回らなければ体を使ってください。体を使ってマーケティングっていうのをしてください。いいでしょうか。明日はですね、この続きの話をしたいと思います。この見込みの患者さんが集まってから既存とか予約っていう患者さんをどういうふうに継続していくかっていうお話をしていきたいと思います。予約が続かないであるとか、ドタキャンされてしまうであるとか、また来ますっていう患者さんが多い治療院には、次のビデオっていうのはとてもいいと思います。100万円以上の価値があると自分では思いますんで、ぜひ明日も楽しみに見てください。それでは、今日はちょっと長くなりましたけれども、明日も10分ぐらいになると思いますけれども、ぜひですね、継続の患者さんを取るために見てください。それでは、今日も一日楽しみましょう。